今僕はね、ター県の名村島にいるんですけれども、これから名本村県は市内、名本村まで向かっていきたいと思います。Sampai Mesarian punya masa来るんちゃいますか。結構しんどいっすね。今まで走った道で一番きつかったかも。출발에 도이 아, 샤이샤이샤이 도이 메우고クイーンアムにあるさ、花が超綺麗なところあるんですよ。そこが今ちょうど花咲いて、これどっちにして明日戻ってこないとダメだね。はい、行く前に。うわ、人乗ってないよね。止めちゃおう。近かった。はい、無事到着。はい、どうも皆さんこんにちは、ビギーです。アリカ。はい、僕は今ですね、名本村県はクンユアムに来ております。なんでね、クンユアムに来たかっていうと、前回の動画を見ていただければわかるんですけれども、でね、今回はね、このクンユアムに焦点を置いて動画を撮っていきたいと思います。いつもはね、県とかスポットだったんですけど、で、なんでね、このクンユアムで動画を撮りたいかというと、もうこのクンユアムはね、日本人との関わりがおそらくタイで一番深い場所だと思うんですね。でそこでね、TG チャンネルでも、何度もこのクイーンアム触れてますけど、ちゃんとこのクイーンアムだけに焦点を置いて動画を撮ったことないので、今回はね、もうこの名本村クイーンアム一体どんな場所なのか、そんなね動画を撮っていこうと思います。ちょっとね、歴史に関してもちょっと触れていくんですけど、いかんせん僕がね学がないので、頭では理解してるんですけど、言葉にするのがなかなか難しいので、その辺はねなかなか伝わらないかもしれないですけど、その辺はねご了承ください。学がある人だったらね、そういうなんか歴史系 YouTuber みたいな感じで綺麗に喋れると思うんですけど、いかんせん僕なんでね。でもね、この動画を残しておくことによって、一人でも多くの人にこの場所を知っていただきたい、来ていただきたいっていうのがあるので、今日はね動画を撮影していきたいと思います。もしですね、この動画が良ければ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。It's in the air, you feel that it's bringing back images. We're making our way at long last, feeling like a new day. If you can find it now, you're gonna see.Ooh, and if you send it back, we're gonna get it, alright. Oh, merciful radio energy. When I call, will you call back to me? Oh, merciful radio energy. Won't you hear my call?はい、てな感じですね。現在ですね、クンユアムの中心街に来ております。ここはですね、何度も僕ら紹介してるんでご存知かと思うんですけど、まだご存知じゃない人もいるかもしれないです。で、このクンユアムはどういう地かというと、大東亜戦争中にですね、インパール作戦っていう、インドのインパールに、日本が侵攻していって、その一部の日本兵、日本軍がここから出発していった。この山を越えてね、ビルマ、ミャンマーを越えて、インパールに向かっていったっていう。で、その作戦は失敗したんですけれども、日本軍がですね、インパールから、ビルマから引き上げてきた時に、この地にたどり着いたっていう、そんな場所でございます。ちょっとね、あんまり僕も言葉で説明するのがなかなか下手くそなもんで、はい。当時、ここね、インパールから日本兵が戻ってきて、この地にタイ人に助けられたり、タイ人と日本の交流があった場所で、この辺のインフラもね、当時日本軍がね整備したとも言われてます。で、ちょっと向こう、ここからね、多分ね、直線距離して100メートルぐらい奥、こっちの向こうの方になんですけど、当時日本軍がですね物資を運ぶために作った滑走路があるんですけど、それが未だに残ってるっていう形で、今ねこんな感じでドローンで映像映してると思うんですけども、未だに滑走路の跡がある。で、未だにですよ、戦後、すいません、ちょっと詳しいことは今今年で78年79年ぐらいなんですけど、未だにこの地に来るのってめちゃくちゃ過酷なんですよ。
チェンマイからこの地に来るだけでもめちゃくちゃ過酷ですし、僕が今回この旅でここまで来るだけでもめちゃくちゃ大変なんです。で当時まだ車とかも何もない中、ね、ここまで物資を運ぶって言ったら、飛行機でしか持ってこれないので、そのためにこの辺に、空港を作ったっていう、はい、クンユアム空港って未だに残ってます。マーケットだったりとか、なんか運動場とかでね、今使われているみたいですけど。で、クンユアムはね、こう、日本との関わりが深い場所がたくさんありますので、それを今回ね、まとめて紹介していこうと思います。で、ここ何度も来てますけど、せっかく来たんで、ここの日体友好博物館、タイ人の方々がね、こう、綺麗に保管してくれてますので、早速ちょっとね、中の方入っていきましょう。はい、こちらがね、日体友好博物館になります。ね、外のところにはですね、戦友よ安らかに眠れというこういうね慰霊碑が建てられてたりとか、こういうのはね、日本人の方々が作ったみたいです。で、こっちの後ろに行くと、このようにね、異国の友に送る歌っていう、この歌詞が書いてあるんですけど、ちょっとどういう音楽なのかわからないですけどね、写真にもね、当時いた日本兵たちのこの写真が残されてたりとかっていう感じで、はいね、結構ね、日本人の方もね、来てる方多いです。ここは本当に来てる方多いです。はい、こうやって欧米人の方とかも来てる方とかも結構います。はい。タオラカ100 バーツใช่ไหม。はい。で、入場料の方が外国人が100バーツ、はい。で、子供が50バーツです。はい。一応正式名称はタイジャパンフレンドシップメモリアルホールっていう風に書いてありますね。はい、日体友好博物館。これを動画を初めて見た方とかね、僕たちがどういうチャンネルかというとね、僕たちはタイに住んでる、日本人です。で、僕に関してはタイ語読めません。簡単な文字しか読めません。右側のこれでね、モニター見えるらしいです。フィルムが。この博物館ではですね、当時日本人が所持していたものが保管されています。当時で食べるものがなかったりとかで、現地の方と日本人の方が物を交換して、食料をいただいてたっていう話は聞きました。はい、ね、これも当時のものです。こんな感じで、いろんなものがね飾られてます。はい。当時のものもあれば、日本から日本人が持ってきたものとかもあります。これはあれですね、短歌みたいな感じですかね。これ日本軍がですね、基地内で食事をする際に使用し、第二次世界大戦後にクンユアムの人々と食料に交換されたそうです。こうやって当時日本、兵が食事をする際に使ったものを、食べていくためにクンユアムの人と交換していったものみたいです。はい。いろんな食器がございます。お茶碗とかね。アイロンとかね。
これは梅田さんっていう方が持ってた水筒ですかね。これがね、当時日本軍が使ってた車の残骸ですね。こんな感じで残ってて、骨組みだけしかないですけど、どこのちょっとメーカーのものかわからないですけどね、まだちょっとエンジンもしっかりまだ乗ってます、ね。こんな感じでね。で、あそこに見えるのが防空壕ね。防空壕も未だに残ってるっていうね。こんな感じでね、防空壕の手前には車のが残っております。はい。で、あそこにね、日体友好博物館があって、で、ここにセブンイレブンがあるんですよ。セブンイレブンとか、ロータスとかあって、そのちょっと先にね、ワットムアイ島っていうね、ワットムアイ島だっけな、ワットムアイ島っていう、お寺があるんですよ。僕もね、ちょっと何度か来たことあるんですけど、そこにね、日本人の方のお墓があるっていう風に聞いて、あ、そうだったんだって俺知らなかったんですよね。この前市長さんにちょっと教えてもらって、ここのお寺にね、日本人の墓があるっていうことで、以前ちょっと聞いたので、僕もね、そのお寺前回来た時行ったんですよ。全然気づかなくて、でもここに書いてあるや、ビルマ線慰霊塔設立って、なんか看板があったんだろうね。日本語あったの。そうで、さっき言ってた、日本軍が作ったクイアム飛行場っていうのが今ここのそこのところです。そこです。そこが飛行場になってます。ここがワットムアイ島っていうクイアムの中心部にあるお寺ですね。どこにあるんだろうな。これはもうタイ人のお墓だ。これはね、左側にあるのはタイ人のお墓なんですよ。これだ。なるほど。ここに書いてますね。これ平成7年に建てられたのか。ビルマ戦線将兵鎮魂の塔。このお寺の中ちゃんと回ったことないんで見てみよう。あるかもしれないです。あれだけなのかな。多分あれだけじゃないような気がするんですよね。多分もっとあると思うんですよ。なるほど。なるほどね。こっちもこうなってんだ。ちゃんと寄付箱っていうのがあるわ。あるんですね、こう寄付箱が。なるほどね。これね、日本軍将兵遺骨埋葬の地っていうのがあります。ここにちゃんとね、白骨街道、ビルマに向かって亡くなった方の遺骨がここに埋まってるっていう、そういうことなんだと思います。クンユアムの皆さんありがとう。日本の兵隊さん安らかに眠ってくださいっていうことで、令和5年、もう最近だよ、これ建てられたの。なるほどね。いろんな方が関わってるんですね。これも最近だもんね。こうやって日本の方々が目かけてくれてるのはね、すごいなんかいいですね。なるほど。僕もね、こういうなるほどね。でもたくさんの方がこう支援してるんですね。日本からもクンユアム会っていうのがあるんだ。しっかりと。失礼します。こうやってね、いろいろ書いてある。
いうふうに当たってこのゲームの戦争的になるほどね。ちゃんと日本語でも説明書いてある。内藤寺なるほど、寄付箱があるんでね、寄付いたしましょう。まあでなんか向こうにね、まあ多分日本兵をモチーフにしたなんかオブジェみたいなのがある。ああ、このお寺奥の方、こっちなどこっちの方まで入ってきたことなかったんですよね、僕ね。なるほどね、そういうことか。なるほど。もともとこれなんか博物館かなんかだったのかな。なんかこうやって日本兵をモチーフにした石で作られた像が結構こう飾られてますね。まあ至る所にありますね。これ入っていっていいのかな。ちょっとボロボロになってる。確かね関係あるんであんまり近づけないですけどね。あそこでもタイ1分って書いてますね。クンヤムセローイン、もしかしたらここが野戦病院だったのかもしれないです。いろいろありますけど、もうすでにこれだけで日本とのタイと関わりがこれだけあるっていうね場所なんですよ。一応ここはあれだったんだ。タイジャパンヒストリーガーデンって書いてるね。なんかあるんだろうね、ここにヒストリーっていうかなんかあるんだ。そのヒストリーがちょっとわからないんですけど、でね、このどこの場所かっていうのはわからないんですけれども、ここのねお寺の中には当時日本軍の野戦病院もあったみたいですね。英霊たちが眠ってる場所ということでね、なかなかねこの地はね来るの難しいと思いますけれども、機会があったらねぜひ来ていただきたいですね。もしかしたらこういう建物とかも当時のまま残されてるのかもしれないです。ちょっとね詳しいことはわからないですけど、Loving o sol, o pai da manhã. Loving o sol, o pai da manhã. ちょっと中心川を後にしてね、ここから5キロぐらい離れたところにワット・トーペイっていうお寺があって、そこの日本兵のねお墓があるみたいな、慰霊塔なのかなみたいな感じで、ちょっと調べたら書いてあって、でその先の近くにもまた別の慰霊塔があるみたいな感じで書いてあったんで、ちょっとね行ってみたいと思います。でちょうど今僕のこの左手にあるのがその日本軍が作った滑走路ですね。全部土むき出しで、夜はなんかマーケットとかナイトマーケットで使われてる感じで、テントとかがこう置いてあります。ちょうど今その脇を走ってます。本当にね滑走路の距離的にしたら 400m ないかな、 400m ぐらいかな、短い滑走路です。ここにね日本軍のね戦闘機なのか輸送機なのかがこう発着してたってことですからね。このクイアムはね本当にね、日本人との関わりが深いということで、本当に僕は個人的にメホンソン県を含め全部好きなんですけど、このクイアムはねやっぱりいろいろと感慨深いところがありますよね。でもねこの動画はね一人でも多くの日本人の方に知っていただきたい、来ていただきたいっていう、日本もいろいろね戦争に関してはいろいろあるじゃないですか。でこのタイ国内クイアムだけじゃなくて、カンジャナブリの方行ってもあるし、であとね南部の方にも確かあります。いろんな場所があるんでね、同じ同盟国だったっていうタイにもこういういろんな、日本との関わり深い歴史がありますのでね、こういうのを知っていただきたいっていう。もう時間はね1時ですけど、しかし暑い。聞く話によると戦後もねこの地に残った日本人の方がたくさんいて、現地の方と結婚した人もいるみたいです。
もしかしたらこの辺の辺りの70代の人で日本とのハーフの人もいるかもしれないですね、この辺ね。でもしかしたらまだ生きてる方で当時のこと知ってる人もいるかもしれないですね。はい。僕はね、もっとタイ語できればね、そういうの聞いて話聞くっていうのができるんですけど、もうなんせ僕のタイ語って言ったらね何か食べる買うぐらいのレベルなんで、そこまで聞けないんですけど、で前も言ったんですけど、だから TJ とか連れてきて、そういうのを聞いて、こうなんかビデオに残したいですよね。あとはね、日本のテレビ局にやってほしいです。正直ね、僕ら YouTuber ができることって限られてるんで、こういうのをね、もっと日本のテレビ局、まだタイにもさ、TBS だったり、テレビ朝日だったりの支社があるわけですよ。だからそういう記者さんもし見てたらね、ぜひクンユアムの、特集みたいなのをぜひね、やっていただきたいですね。本当にめちゃくちゃいい場所なんで、観光としてもいい場所ですし、もう本当に大自然に囲まれた、僕の中ではこれぞタイみたいな場所なんです。本当ね、クンユアム、僕も何回目か5回目ぐらいですけど来るの、本当いい場所なんで、遠いですけどね、ちょっといかんせんアクセスがもう車か、ね、バイクしかないんで、ちょっと来るまでが本当大変ですけど、でもこのクンユアムにもね、確か P が言ってたんですけど、日本人1人住んでるみたいなことは言ってましたよ。学校の先生がなんか、住んでるって言ってたんで、これを左か。こんなとこにあるの？こんな住宅街入ってきたところにあるお寺。もう本当にローカルの住宅街みたいなのがあってた。ここがお寺の入り口だ。なるほどね、これバイク入っていく。あれか、あれのことだ。日本語でも結構ちょくちょく日本語も書いてありますね。ちょっと見てみますか。はい、ではね、ワットトーペイにやってきました。こうやって歴史感じるようなタイのね、建物があるんですけど、この入り口のとこにね、ちょっとそれっぽいのがあったんですよ。で、書いてあったのは、そのインパールから引き上げてきた日本兵の休憩する場所、休息の地だったみたいですね。だからみんな帰ってきて、ここでこの寺院でね、もう歴史感じますよね。この寺院もね、ここで休息をした。そう、ちょっと文字消えちゃってるな。文字消えちゃってるけど、ここになんかいろいろ書いてますね。なるほどね。こっから下歩いていくといろいろあるんだ。なるほど、書いてある。地図で東平寺院ってあって、東屋とか防空壕とか日本兵、なんかちょっと下の方文字消えちゃってるの残念だな。これお金払うから綺麗に直してほしいな、マジで。でこういうのがあるらしいです。1番2番が何だったのかっていう。ちょっと歩いて行ってみたいですね。これどっから行けるんだろうね。でね、ここのお寺のなるほどね、これもそういうことか。当時の日本軍が置いてった車の残骸の一部ですね。こう置いてあります。でなんか一応まだこれも博物館あるらしいですけど、空いてる時と空いてない時があるらしいです。なるほど、書いてありますね。ここで亡くなった方の鎮魂の塔、追悼の塔ですね。これはね、これが追悼の塔っていうことで、こういうのが至る所にありますね。このクンヤムはなんかね、この建物のどっかになんか博物館があるらしいんですけど、ちょっと閉まってますね。これだ、これが博物館だ。なんか当時の日本兵が置いてったものを飾ってある場所があるって書いてあったんですけど、鍵閉まってますね。タイミング良ければ見れるのかもしれないです。川の向こうにね、出発の地みたいなのがある看板があるらしいんでね、そこ行きたいんですけどね、ここからどうやって行くのかがちょっとわからなくて、ちょっと探してみていってみましょうか。そう、このね、1番がお寺でしょってことは、もっと向こうか。もっと向こうにあるんだ。あっちっすね。もう車とかでは入っていけないっぽいっすね。なるほどね。はい、ではですね、さっきの
お寺からですね、ちょっとどのぐらい直線距離で400メーターぐらいのところにあるインパールに向けて日本兵が歩いてった道って言われてる場所に来ました。ちょっとどうやって行くのかね、すげえこの辺り回ってやっと見つけてね、もうバイクで入ってきちゃいかんようなところでしたね。で一応ね、そこにはこんな看板が出てるんですよね。こんな看板が出てます。おそらくね、タイ人の方が作ってるので、ちょっと日本語がおかしいですけど、歴史的な第二次世界大戦することを歓迎するっていう感じでね、でこんな看板がここに立てられております。でこれからこの右に行くと、こういう山道があって、僕バイクで入ってきたら大変なことになったんですけどね、ここをこう歩いて日本兵の方が行ったのかな。でここから戻ってきた時にちょうどあそこにお寺があって、青いの見えるかな、お寺があって、あそこで休憩をしたっていうことなんでしょう。よく見たらここに階段がある、階段の跡があるね。もしかしたらここからこうやって上がっていってたのかもしれないですね、こっちを。ミャンマーの方とか行くと白骨街道って呼ばれて、ここからミャンマーでもそんな遠くないんですよ。もう国境すぐそこで、山岳民族の村越えたところにあって、いまだにね、その白骨街道、ミャンマーとかの方行くと日本兵の骨が出てきたりとかで、ボランティア団体の方がいまだに拾ってたり、遺骨をね収集したりして、日本に持ち帰ったりっていうのをしてるみたいですね。僕もいずれねそういうとこ行ってみたいなとは思いますけれども、なかなかそう簡単に行けるような場所じゃないと思うんでね、一応ねこういうモニュメントがこんなとこにあるよっていう、それをちょっと皆さんに伝えたかったです。とりあえず入ってきたはいいけど、これ戻るのめちゃくちゃ大変だよこれ。入ってくる時俺終わったと思いましたもんね、見た瞬間。でもこれいかんといかんでねそう歩いていったらもうやばいんで、これ戻るの超やだな、ちょっとやばいんすよ。そう俺来るでカメラ回さんかったけど、こんなだと思わんくて、こっからさっきのお寺に、おいなんか泥道入ってきたら ABS のセンサーバグってねえか、ちょっとやばいんすよね。オフロードバイクじゃねえとマジできつい。これをいかなきゃいけない、この木造りの橋、多分ねそこがやばいんですよ。そこをね、ここでさっきこけそうになった地点距離で行くしかねえか、行くしかねえもんな。マジこけそうだ、怖い。さっき足ついたら足泥まみれになってた。これ外から行く、エンストした、行こう。うわやばいでこう第二関門、さっきはやばいここやばいオッケー、ここ抜けたらオッケー今のところがもうマジやばかった。さっきもうねバイクやばいっすよ今お前どこ走ってきたのみたいな、そのバイクでどっから来たんだお前みたいなこれからしてるんですよね。いやとりあえずちょっとね洗車場探してね、水でバーッって土だけ落としたいですねもうやだよ。こけるのは回避したけどね、靴が泥まみれ。洗車場本気で探さんと。最初途中まで歩いてきたんですよ。これ意外と遠いなと思って、しかも暑いし疲れるから、とりあえずバイクで行っちゃえって来たらこんな感じでした洗車場を探して泥を落としたいと思います。それでねお寺のここの脇に出てくるんですよね。バイク止めて、バイクどんな感じになってるかね、ぜひ見せてあげたい。見て、バイクねこんな泥まみれになっちゃってやばいっしょ、やばくないこんな感じです。ではですね、ちょっとお寺後にして、おい何やお前らかわいいな。お寺後にしてですね、最後のスポットですね、日本兵新婚の塔っていうのが、クインアムから20キロちょっとぐらい行ったところにあるんで、最後そこ寄っていこうと思います。今日ね僕はこのメホントのパイっていう町にホテル取っておりますので、そっちに向かっていきます。で、パイまでがここからね180キロぐらいあります。時間にしたら4時間かからないぐらいかかるんで、とりあえずねそっち方向に向かいながら最後に新婚の塔に寄ってから行きたいと思いますので、向かっていきます。その前にね、洗車場があればバイクの土を落としたいっていうあるかな。結構ねタイでどこにでも洗車場あるんですよ。逆にこんな山道でねバイク汚れる条件みたいなとこだったらなおさらありそうな気がしますけどね。いやーいい場所だ。いや思ったより暑いですね。この辺ね寒気入ると寒いんですよ。
まあ、夜は寒かったですけど、で昼間もちょっと涼しいかなと思ったら全然涼しいところじゃなくてめっちゃ暑いですね。まあ、果たして洗車場があるんか、まあ多分あると思うんですけどね、こういうところはないかな、クイーンアムだと。タイヤに砂がついててさ、バイクで行かせるとめっちゃ滑るんよ砂で。だからこうバー行くの怖いんだよな。おー、いや、あった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 、見つけた見つけた、あった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 、それやってくろう。何枚かขอบคุณครับที่นี่โอเคか。かかるいいね。เท่าไหร่คะ50 บาทพอละ 安い50 บาท60 บาทได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอ่ะ優しいขอบคุณค่ะよいしょよいしょขอบคุณค่ะよし、バイクの土も落ちたということで、これからね、鎮魂の塔の方向かっていきましょうか。やっぱりあったね。やっぱあるんですよ、タイは。ああいうのがどこにでもある。やっぱりね、農作業してる車とか土つくんで、ああいう需要があるんだろうね。よし、最高か。でまあとりあえずクイアムのね街を後にします。はい。まあ鎮魂の塔はまあ以前も取り上げてるんで知ってる人はね見たことあるっていう人もいるかもしれないです。これねこの斜めの意味知ってる？赤ちゃん抱えてるんですよ。ほら子供を抱えて右手で運転するってね日本人の人から見たら危ない危ない子供なんか抱えてバイク運転するのって思うかもしれないですけど、あれ普通ですからね欧米人の方多いな、やっぱ。そう今の通りすがった人も欧米人ですけど、結構パイとかチェンマイとかでレンタルバイク借りてこの辺行き来してる、この辺旅してる欧米人結構多いんですよ。っていうのもやっぱメオス観光地多いんで、そうまあ例えばバンラクタイだったりクイーンアムだったりとか、そうそうでやっぱね欧米人の人に虫やば欧米人の人にパイがめちゃくちゃ人気なんで、そうやっぱねバイカーさんバイク乗って旅してる人はやっぱ多いですよね。自家用車とか。ここだここだここだ。この先ですね。この先のとこに日本兵鎮魂の塔っていう、慰霊塔みたいなのがあります。これ。はい、ここだ。ここだ。はい。はい、ではね、日本兵士鎮魂の塔っていう、最後の場所に来ました。おそらくね、ここはね、さっきのクイアムまでインパールからこう歩いて向かってる途中に亡くなられた方々のその塔だと思うんですよ。で、聞いた話によるとここにも日本兵の遺骨埋まってるみたいです。だからさっきの僕がいた場所にこっちからこうずーっと歩いてきてね、裏の山からこう向かっていったんじゃないかなと思います。そこで命を落とされた英霊の方々がここに眠っているのかなっていうふうに正直思いました。はい。メホン村のこんな山奥です。僕
僕がこの動画をね、何回も作る理由としては、一人でも多くの方に、日体友好博物館とか行っていただければ、そこでお金が落ちて、その博物館が資金難でなくなるっていうこともおそらくないと思いますけど、そういう風にお金を入場料なりなんなりっていう風にね、お金を落としていければ残し続けられるっていう、そういうのもあるんで、僕はね、絶対日本人としてやっぱりタイとの関わりとかもあるので、こういうところはね、一つね、何回でもいいから紹介して一人でも多くの人に来ていただければということで、このね、動画をね作りたいなと思っておりますね。今度タイの山奥に来ましたけれども、どうでしたかっていうのもおかしいですけど、どうでしたかな。僕はちょっとあまりも学がないので、ちょっと言葉で説明するのがなかなか難しいですけれども、映像からこう見ていただければなっていうのもありますし、タイと日本でこういう関わりもあるし、こういう場所もあるんだよっていう、インパール作戦とか、知ってる方とか、いるとは思いますけれども、こういう場所があるんだよっていうのを一人でも多くの人に知っていただきたいですね。で、もしね、タイに来る機会とか、タイ初めて来て一発目でここはかなりハードル高いと思いますけど、本当にいずれね、機会があればね、来ていただきたいですね。英霊のね、方々が眠るね、この名本村、この地にね、ぜひ一度足を運んでいただきたいです。で、最後にね、一つだけ言うと、その当時僕は生きていないので、何があったかとかっていうのは一切わからないです。本当僕はその経験をしてないので、その時代を。なので、こうやって伝えられてくることを伝えることしかできないっていうのをね、ご了承ください。はい。では感じですね。本日もこの辺りで失礼させていただきます。もしこの動画が良ければぜひともグッド評価のほどよろしくお願いします。まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。では皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。さようなら。